にちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。筋子っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。筋子。っていうことでね、こちら秋鮭のメスのお腹から出てきた筋子ですね。この前出始めの秋鮭さばいて、イクラの醤油漬けと白イクラ作ったんですけど、やっぱね、粒が小さかったんです。出始めなんでね。でも今日買ってきたやつは、もう粒がとにかくでかい。これ見てください。この粒一粒一粒の大きさ。そして一腹のこの大きさですよ。むちゃくちゃいい筋子ですよ。これとか最高ですよ。そしたら今日はこちらの大粒イクラを使って、はらこ飯を作っていきたいと思います。はらこ飯とは炊き込みご飯の上にイクラと鮭の身を乗っけて豪快にかき込む丼料理でございます。あれでも鮭の身ないじゃんと思われた方多いと思います。僕の冷凍庫にはいっぱい入ってるんですよ。で、今日こちら持ってきました。以前さばいたケイジ。白鮭1万匹に対して1尾から2尾ぐらいしか取れないというね、この伝説の鮭。ケイジの身がまだ残っておりますので、この2つを融合して最高のはらこ飯を作っていきたいと思いますよ。よし、ではイクラをばらしていきましょう。まずはボウルにお湯を入れます。ざーっと。これ90度ぐらいあるんで、さすがにこれは熱いんで、だいたい60度ぐらいにします。手ちょっと入れて熱ってぐらいですね。そしたらそこにこれをドボンと入れます。あ、開くの忘れた。まあいいや。本当は開いてから入れた方がいいんですけどね。で、入れたら箸でぐる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 っとかき回していきます。そうするとね、膜がキューッと縮んでイクラが剥がれてきますんでね。ほら、こうやって膜が取れてきましたね。ぐわーっと混ぜて、だいぶパラパラーっとしてきたなと思ったらお湯を捨てます。ボウルにおお、いい感じですよ。そしたらこちらをお水に入れます。で、こうやってまず大きい膜を取っていきます。で、こうやってふわっとさせると膜がいっぱい浮いてきますよね。イクラの粒の方が比重が重いので、膜が今上に漂ってる状況になってます。で、この状態で膜だけを捨てる。ざーっと。イクラは捨てないように水圧でブワーッとやって収まるとこんだけ膜が浮いてきます。膜を流す。ちょっと今日は量が多いのでこれをね10回ぐらい繰り返していきます。で、大きい膜があったら手で取っていきます。こういう風にイクラと膜がくっついてるのがありますんで、こういうのは取っちゃいます。こうやってピッとね。で、一個一個手で取っていくのはもう日が暮れちゃうんで、水を流して手でイクラが潰れない程度に、ザザザザザザ。本当にイクラのばらし方って色々ありますんでね、好きなやり方でやるといいと思いますよ。こういう感じでどんどんやっていきます。このぐらい大まかに取れちゃえば OK。そしたらこちらのイクラをザルに移します。で、水を切ります。で、ほぐしたてのイクラはこうやってちょっとまだ白っぽいんですけど、これ冷風当てたり塩当てたりすると色きれいに戻りますんでね、大丈夫です。そうしましたらこちらのイクラ、水を切ってる間に醤油漬けのタレを作っていきます。で、この前はおつまみがテーマだったんで結構濃いめに味付けしました。今日は丼なのでオーソドックス、もうストレートタイプでいきます。まずは本みりん。よし。まず本みりんをコップ1杯。で、お酒が今日はこちら。石田屋さん。これもったいないかなと思うんですけど、あとちょっとしか残ってないし、ちょっとこれちびちび大事に飲みすぎて、日数が経っちゃったんですよね。なので、半分、アルコール飛ばして、半分はアルコールを飛ばさないで入れます。今日は日本酒香る感じで作っていきます。そしたらこちらアルコール飛ばしていきます。毎度恒例いきますよ。点火。お、来るぞ、来るぞ、来るぞ。来た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 。よし、OK。はい、煮切り完了。そしたらこちらの煮切ったみりんと日本酒をボウルに入れて、で、アルコールが入ったままの日本酒も入れます。そしたらここに薄口醤油も入れます。で、混ぜ混ぜして、これでおつゆの完成。そしたら先ほどばらしたイクラですね。だいぶ色が戻りましたよね。こちらを入れていきます。一粒残らず。
これでお好みの日数漬け込んでいきます。1日漬ける人もいるし、1時間ぐらいで食べる人もいますし、ここはお好みですね。僕は今日は早めに食べますね。そしたら一度冷蔵庫で冷やしておきます。そしたら次は、腹こ飯の下の部分の炊き込みご飯を作っていきます。いろいろ考えましたよ。具材何にしようかなって。オーソドックスに鮭の身入れて鮭ご飯にしてもいいしなとかいろいろ思ったんですけど、もうとんでもないいい食材が売ってましたんでね、ポチっときました。これマジで珍しいですからね。ほら。これ、わかりますか？天然の舞茸です。養殖じゃないですよ。天然の舞茸。今でこそ舞茸って人工栽培が確立して一年中スーパーで安価で売られてますけど、もう昔はね、超高級なキノコだったんですよね。なんせ味が最高ですからね。なんで昔の人も森歩いてて舞茸を見つけると舞い踊るかのように喜んだんですって。だから舞茸ってついたっていう説もありますよね。今日はこれを使いますよ。ちなみに舞茸あれ1株で8000円しました。普通のパックの舞茸が80パック買いますからね。そしたら天然物なのでどうしても汚れがついてます。これをきれいに洗っていきます。意外と水にさらせば綺麗に取れますんでね。天然のキノコはこうやってね、ゴミとか虫がついてる場合がありますんで、うまいんですけど、そこら辺抵抗ある方はなかなか、ね、躊躇しますよね。ボロボロになっても今日は炊き込みご飯なんで大丈夫です。はい、このように綺麗に洗いました。落ち葉とか泥とか苔が取れましたので、次は蒸し抜きという作業を行っていきたいと思います。天然のキノコはですね、ほぼ 100% と言っていいほど、ちっちゃいね、芋虫みたいな虫が入ってるんですよね。で、大体このキノコの裏側のこの傘のところ、ここにね、入ってる場合が多いんですよ。いちいち見つけてピンセットで取ってたら、キリがないんですよ。あ、いた、ここ。これわかりますかね？これ一匹いますよね。うにょ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 。かわいいですね。これ食べても全然害はないんですけど、気持ちよくはないじゃないですか。なので抜いていきます。で、方法はすごい簡単なんですよ。お水にお塩。だいたい海水ぐらいの濃度ですね。3% から 5% ぐらいの塩水を作っていきます。そしたらその中に洗った舞茸を入れます。で、できるだけ傘を下の方に向けとくと出が良いような気がする。で、これで塩水にびっくりして虫がみんな出てきますんでね。だいたい10分ほど置いておきます。10分後に移動。はい、では10分経過しました。だいぶ虫出たと思います。ズームにしてみましょう。うわ、いっぱいいるな。ここら辺全部虫さんですね。そして仕上げに軽く洗います。よし、そしたら洗ったお米を入れて、今日は3合ですね。で、そこに昆布の戻し汁。3合メモリよりかなり少なめに。日本酒。で、お醤油を2回しぐらい。で、みりんもちょっと入れましょう。ちょっと。で、昆布入れて、で、舞茸を豪快に入れていきます。で、そこに油揚げ。で、人参。で、こんにゃく。よし、これで炊き込んでいきます。いってきます。はい、できた。いきます。オープン。うわー、うまそう。めちゃくちゃいい匂いする。舞茸のいい香り。でもやっぱ天然だから香りがすごい強いですね。で、こちらを混ぜ混ぜと。昆布は取り除きましょうね。お、炊き加減もバッチリですね。そしたら丼によそって、こんな感じで。で、そこにケージのハラミ。一番いいとこ。ここを、このぐらいに。さらに、細切りに。そして、さいの目状に切っていきます。よし。あとはここにイクラをかけて、その上にこのケージの身を乗せれば、腹こ飯の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、そしたら作っていきますよ。一粒一粒が本当に大きい。さーっと。うわ、贅沢。もう一杯。ざーっと。で、そこに、ケージ。よし、これで究極の腹こ飯の完成ですよ。もう勢いよく書き込んじゃいたいと思います。いただきます。うめえ。めちゃくちゃ濃厚。そしてイクラの皮が柔らかい。口の中入れた瞬間パチンと弾けますね。で、この下のご飯が炊き込みご飯なんで、この単調じゃないんですよね。旨味と旨味のドッキングなんで、口の中がとんでもないことになります。これやばいな、これ。
うわ。これ今年食べた丼部門で堂々の1位かもしれませんね。一番うまいかも。うまーくイクラとご飯とこのサーモンが絡み合ってうまい。で、時折入ってくるこの舞茸の香りと旨味、たまりませんね。で、今日は日本酒をあえて全部煮切らずに半分アルコール入ったまま使ったんですけど、すごくいい。大好き、この味付け。はい、ということで今日はこちらの腹こ飯ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、緑色のやつ。今日はお茶の気分。コップもね、富士山みたいになってるんですね。7対3ですね。いただきます。うめえ。秋の味覚って感じ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はシーズン真っ盛りの筋子を使って腹こ飯作ってみましたけども、もう最高でした。炊き込みご飯とイクラの組み合わせ。あれは反則ですね。今日は天然の舞茸で炊き込みご飯作りましたけども、もう本当に下の炊き込みご飯はお好みでいいと思います。鶏のもも肉とか入れて、お肉系でいってもいいと思いますし、鮭の身をほぐして入れたりだとかしてもいいしね。すごくアレンジが効く料理だなと思いましたね。ちなみに、あれ丼1杯、イクラと鮭だけで、原価がそうだな、6000円ぐらいしますね。お高級な夕ご飯でした。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。